水半端なく綺麗やったかな。半端なく綺麗だったな。いろんな滝見てるけど結構上位な感じの見た目だったよね。本当に結構なんか有名なの普段そんなでもないくない？どういうこと？要はさ歌詞にはなってるよ。で歌が有名なだけで別にその場所は有名じゃないというか。でもさ、うあれなんじゃないの、昔から知られてる場所やから歌詞になってるじゃない。まあね、でもほら日光華厳の滝とかの方がもうなんかネーム的には有名だったりする感じがするんだよね。まあでもそういう意味で興味を持つきっかけにはなったわ。そうだね。で俺こっちの滝を推したいの。むしろ有名じゃないのがおかしいと思って。めっちゃ有名かもしれへんし、俺らが知らないだけかもしれない。そもそもなんで秋山さんがそこを題材にしたのかとか、そういうのも含めて。秋元さんね。秋元さん、全然興味ないからさ。持ってやすしに。でも今興味持とうとしてる。やすしプロデュースお願いします。やすしなんで天城山好きなの？やすしが好きなのかな。なんでこれにしたんっていうさ作曲家がさまたいるじゃない。だからなんかどっち引っ張りなのかわからないけど、まあでもねすごいよねやすしは。なんで天城越えなの？日光越えじゃあかんかった六甲おろしじゃあかんかった。いやきっとさやすしファンはさもうそれ知ってんじゃない？知ってるやんな。なんかあるんやろねえ。あれが新トンネル。もう着いたの？そう、これが新天城トンネルです。これが天城トンネル、で左側に車なんかどなたか止まってますね。これがこっちが旧天城トンネルって書いてんねんけど違うか。こっちから無理やんな、行けへんやんな。待ってこれを登っていけってことやな。これそれは無理。でも車で行けるらしいんですよ。ちょっと反対回転に。そうでもなんか看板ついてるね。 0.1 キロ先旧天城。そうだね。0.3 キロ300メートルだね。向こう側から反対側から行けんのかな。でこの上のこの道じゃないのね。さすがにそれは違うっしょ。びっくりした。無理だよこれは。これ分岐だ。これちゃう？これか。これちゃうか。左行ってみよう。これやな。ただいまの気温23度。もう怪しいもんね、道がね。もうなんか弓道感あるよね。あるね。でも車で入れるやん。普通に。まあでもまだ生きてる感じがするよ、道。そうだね。弓道感もあるけど。9区間連続600通行止めにもなるんだって。大雨降ると渡れなくなる。いいね。今回唯一ミルスペックアイズっぽいね。そうだね。暮らしを育む国有に。これは何色？わからない。道って書いてある。寒天橋って書いてる。バス停で言うと寒天橋、これもあれやん、歌の中にある寒天橋やん。そうなんだ。これでしょ、この目の前の橋。これが寒天橋。これ寒天橋ちゃうの？寒天橋すごいね。出た。さゆりに会う旅じゃん今日。さゆり旅。本当だね。もうこれこんだけじゃんじゃか出てきたらよ、歌詞の場所が、最終的にさゆり出てくるんじゃん。本当だよ。さゆり最終的にさゆりってなるかもしれないね。もう出てきてるもん、いろいろ。道がやばいね。なんかすごい荒れてきた。あれじゃなくなってきたね。舗装じゃなくなった、いやコンクリには違いないねんけど、ボロボロやねん。違うな。こっからもうコンクリなくなった。砂利道になった。砂利なった。いやすごい。で暗い。
でもわだちはあるな。形はあるね。いや車でちょいちょい通ってるからでも雰囲気があります。あります。でもちょっとライブでお送りしてる状態だから皆さんちょっとあんまりスピード出さない方がいいですよ。そうだね。雨が降ってるからね、ちょっとね。なんか光ってんの。反射してる。邪魔があるね。これさ、2DD で来るべきじゃない。2DD で来るべきじゃない道で 4DD で来るべきだ。そこはミルスペックアイズのこだわりやから 2DD で行くのがこだわりやから何その設定聞いてない。聞いてなかった聞いてなかった、これもう立ち上げ当初からの鉄の掟 2DD 縛り。そう 2DD で悪路に挑むっていうコンセプトの一つ。そう私ちょっと聞いてなかった。聞いてなかった。びっくりしてたわ。はい、ミルスペックさん。危ないね、それちょっとあれ反したら首や。ああ、やばかった。あれやから新選組の指導不覚悟ぐらいの鉄の掟や。局長でも腹切らされるぐらい怖っ。鉄の掟指導不覚悟や。なんなんその切り替えこういう状態なんですね、今。こういう状態なんですね。だからここが安全第一。そうですね、安全第一。横断幕が立ってるから。山を治療中って書いてあった。そうなんや。そんなところ俺らはそうみたいだよ。傷口の上を這う虫のように。そうだね。あ、すごい。あ、すごい。なんだこれは。なんだこれは。ここすごいね、なんかね。すごい。もうトンネルあった。どこ？正面。いやー、怖くない？ちょっと天城トンネルです。待って、ここ今撮るよ。天城トンネル。これ天城トンネルです。ここさあ、旧天城トンネルに到着しました。これちょっと降りて撮らへん。怖くなでさ、い？うん見てわかると思うんだけど、うん。ジブリっぽいんですよ。出たな、ジジブリブリ男。でもここは実際より具体的にね、うんこのトンネルが「うん千と千尋の神隠し」のうんあのトンネルに似てるって言われてるんです。あ、なるほどね。モデルってわけではないらしいけど。うん。なんか入り口もね、すごいね、こんな石組みでね、素敵なんですよ。あれ、あ、すごい人の声聞こえるよ。うんあれか、見えへんだけでよっぽど遠くからうん。喋ってるのが聞こえてるのかな。そうかもしれないね。すごい反響する。あいや、ほんでさ、このライトがさ、うランタンがさ、エモいよね、なんか妙に。そうだね。今ジャンボさんが暗くて何にも見えないね。そう、そんな感じ。古いトンネルじゃない？うんこれはさ、工事の時とかにさ、瞳悟空とかなかったのかな。もうすぐそういうこと言うよ。こんな反響するんやろ、声がね。そうだね。後ろのそ子供の声が怖い。さっきね、声聞こえてたの多分親子の声で、でさっきすれ違ったんですよ。うんそしたらお父さんと、お子さんがお子さんやったんやけど、2人で歩いてたね。お子さんの声がさ、性別は分からんかったんやけど、女の声に聞こえんだよね。そうだね。それでうん
最初は俺はさ、あれ人の声聞こえるなってなって、向こうに人おんのかなって言ってたけど、いやでも人見えへんぞ、じゃあこれ俺らが喋ってる声が反響して聞こえるのかな、でも女の声が混ざってるってなって一人で怖かったね。そうか、それで俺はもうあれ反響音だなっていうのが分かってて、もう絶対人が来るなっていうのは思ってたのね。そうね。だからなんかジャンボさんが自分でここ歩こうかとか言ってたくせに、ちょっと二の足を踏んでるのを見て、雰囲気的になんだジャンボどうした、何を感じてんのって、逆にそれが怖くなった。いやそれはね、康介さんがね、いやなんかそういういわくとかがあるんじゃないのって言ってきたから、俺全くそんなこと調べもしてないのに、その頭に入っちゃったんですよ。あ、そうかそうか、気持ち的にね。それで怖くなってだんだんね。もしかしてほんまにそういうのあるかもしれない、でも今その話するのやめよう。集めちゃうから。怖いこと言うなよ、もうまたその要素入れんね。こんなになってんだ。あら綺麗って感じね。ついでにおしっこ行こうかな。そうやな、トイレ行けるし、ちょっと休憩できるスペースもある。本当だね。はい、表に出てきました。ここが反対側の出口です。もう千と千尋の世界に入ってきました。本当だね。湯婆婆出てこいと。そう、ここからはもう名前を忘れてしまいました。ワンニャンパラダイスやからな。いろいろ言い過ぎやな。動物霊が下等な動物霊たちが群がりすぎやろ。いやおったらあかんやつおった。とてもスペシャルな動物たちがおったな今。かなり金稼げそうな動物。あるよね。電化製品系がいかれるっていうよね。そりゃ幽霊もさ、だって存在を知らせたいからそういうことをするんだよ。メイン止めちゃったらさ、拡散力がなくなってしまうよ。そうやん。あともう一つ疑問がある。なんでオカマがいいんだろう。オカマは執念深いよ、私たち。悔いがないんじゃない？ある。何しかない。悔いなく悔いと呪いとかいっぱいある。なんでいない？暗闇の中でさ、なんかさ、許さないとかさ、そういうワードあるじゃん。絶対許さないの流れの中で、やだもん、超汚くないここ、マジでありえないんだけど、こういうところにべきだろ。多分のんけと波長が合わへんねん。でも違う。私はのんけじゃない。お疲れ。お疲れ。無事天城越え完了でございます。本当だね。ちょっとドキドキしたね。そうですね。あこのトンネル味はあったわ。味はあった。俺さ、トンネルの中の壁とか、まあさっき言ってた通り、なんか素敵だなと思ったんだけど、入り口のさ、このなんかほら入り口の部分ある門構えっていうか、あそこがさ、ちょっと怖かった。雰囲気的に。そう。中は平気。中は平気だった。そっか。そう。じゃあ後で答え合わせしてみましょうかね。ね、そうだね。そういうなんかいわくとかで調べてみようか。そうだね。ここに知らないで来ないと来れないから私たち。調べてない、意識的にね。嫌な情報出てきたら嫌やね。だからあれだけど、ただ声はうまくすっごく響くので、こういうところでレコーディングしたらすごい教会みたいなと撮れて素敵だなと思いました。それでは、今日も
ご視聴ありがとうございました。この流れで、はいぜひチャンネル登録やいいね、してください。よろしくお願いします。心霊系の、検索した結果はこの後載っけます。ありがとうございました。心霊系がこう